こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、なんか遠慮とかさ、謙虚さとか、それについてお話ししたいと思っています。結構こう、日本って遠慮したり、謙虚であるってことがこう美徳のようになってるから、本当にこのパターンを持ってる方多いと思うし、私もやっぱ日本にいる時は、ちょっと気をつけるというか、謙虚じゃないな謙虚じゃない、遠慮もやっぱりよくわかんないんだけど、でもこの遠慮とか謙虚が美徳って思ってる人多いと思うんですよね。でこの遠慮とか謙虚っていうのは宇宙的に見るとめっちゃ逆走だなっていうことなんですね。ものすごい逆走なんですよこれって。やるたびに自分の分離が起きるっていうか、あのもう言っちゃってもいいかなと思って今この動画出してます遠慮とか謙虚ってさ、あの本人が別に思ってないのにさ、そういうなんていうの、なんかこう言いたいこと言わなかったりとかね、謙虚である、なんだかこれから食べたいのに食べたいって言わないでどうぞどうぞみたいな、どうぞどうぞみたいな、それってさ、なんかすごいこういいことのように人に譲るみたいな、でもそれやるたびに自分のインナーチャイルドは毎回泣きますよっていうことになっちゃうんじゃないかなっていう感じなんですよ。でも本当に多いし、これがさ、やっぱりこうやってる人たちがやっぱり今苦しいんじゃないかなと思ってこの動画を撮ってます。これは逆走なんですよ。だから自分自身が食べたければ食べる、食べたくなければ食べないとかさ、あのやりたければやる、やりたくなければやらない、それに対して他の人にこう譲る、じゃあやりたいって気持ちがあるのに他の人に対して譲ったりとかするっていう、私もこのパターンちょっとあるのかもしれないな。あるわ、あるある。うん。何かを、そうですね。例えばサロンのイベントで一番最初にやった時に、私はなんていうのかな。自分、一応サロンのオーナーみたいな感じじゃないですか。だけどそのイベントにたくさんゲストを呼んで、自分のこう出番がほぼなくなったという経験があるんですよ。それぐらいこう私を見るよりもみんな他の人を見たいんじゃないかなっていう、謙虚さというよりもこのパターン、自分に自信がなかったりとか、なんていうの、他の人を出すみたいなところは結構あったりするんですね。それもやりたいことではあるんだけど、やっぱり本当にこうやりたいのかなとか、なんていうのかな、謙虚さとか、だからほら、自分を差し置いて自分のことを何も考えないで人のことを出していきたいとかさ、もしそういうのがあったとしたらやっぱ私の意識の中では分離が起きるってことなんですよね。でもそれとかよくわかんないいつものパターンで人のことばっかり出したりするパターンを持ってたな。どうぞどうぞ先に私より他の人みたいな感じでこう出す癖というかパターンを持ってた。もう未だにこれはありますね。うん。だけどやっぱり自分がやっぱりその度に泣くんだと思うんだよね、自分自身の内側が。だからもうこのパターンはちょっと古いんじゃないかと思うんですね。自分がどうしたいか、みんなで楽しみたいんだったら楽しめばいいし、ちゃんと自分が一番楽しめるように自分のことをちゃんと見てあげるっていう感じかな。ちゃんと認めてあげる。うん、みんなと同じように自分自身が中心になって、自分自身が一番楽しむっていうことは何なのかっていうことをやっていけばいいと思うんだけど、ここに対しての本当にね、謙虚さ、うん、そうだね、謙虚さとなんかどうぞどうぞですよ、あなたがどうぞどうぞみたいな感じでやるっていうのはもう終わりにする時が来たんじゃないかと思いますよね。うん、みんなでこう分かち合ったり協調し合ったりっていうことはいいことだと思うんだけど、自分自身の気持ちがどうなのかっていうところをやっぱ見てあげるっていうことと、やっぱりこう自分が受け取らないっていうかさ、なんか何かをやるときに受け取らないで他の人にこう流すみたいな、どうぞあの人にどうぞとかさ、これどうぞ、私はいいから他の方でどうぞみたいな、こういうのってちょっと待ってくださいみたいな、私どうだったっけみたいな、
これをなんかこう全然見てないパターンを持ってる人いると思うんですよ。今度これっていうか自分ですね。そうだからここの辺りをやっぱりこうちゃんとやってあげるんですよ。一つ一つこれインナーチャイルドの癒しでもあるんだと思うんだよね。自分を今どうしたいのか満足させてあげるっていうことをしていくといいと思います。これだけが大事だなやっぱり。うんだからこう日本のねなんかあるじゃないですか、本音と建前みたいな。あの本音と建前でなんかその建前みたいな本音言わないとかっていうことをやってるからこんな分離が起きちゃってみんな苦しんでたりするわけだから、本当にやっぱりはっきりと物事を言ったりとか、インドのさ文化とか見てるとやっぱり結構はっきり言うからね。インドのでなんていうのかな、ずうずうしいしすんごいズカズカ入ってくるからね。ズカズカ入ってきても逆に入ってこないでって鍵閉めちゃったりするぐらい入ってくるっていうかそれぐらいこう結構推しは強いよね。でもまあ謙虚さとかはあるんだけど、その辺りはちゃんと言えば「あそうだね」みたいな感じでこうやってくれるんだけど、それが当たり前みたいな感じでなんていうのかな、悪気なくそういう感じでちゃんと自分を出してくれるし、自分の感情も言ってくれるし、なんかこれってすごく自然な姿なんじゃないかと思うんですね。そうやっぱここの辺りをやっぱりこうしっかりやってあげるっていうのがすごく大事だと思います。やっぱりこう自分と生きていくのは自分だから、自分にいつも寄り添ってあげる、自分のいつも応援者であり自分の協力者であり一番の理解者であるっていうかね、そういう風にしてあげるっていうのがすごくこう大事なんですよね。この宇宙的に進むっていうのはもうそれだけが大事だな。でなんかこうやっぱ子供のように無邪気に自分が楽しんでると周りも楽しくなっちゃってみんなでわははみたいな感じですごくいい時間っていうか空間とかができたりするんですよ。だけど自分がそこでこう楽しめないというか、他の人を出しどうぞどうぞはいはいどうぞどうぞみたいな感じでやって、あ私何だったっけみたいな、こういうふうなことをやってる人多いと思うから、これはもう本当にやめましょうこのパターンはね。自分がどういうふうに感じてるか、だから人のことばっかり出すことを繰り返す人は一回立ち止まって自分自身が本当にそれをやりたいかとか、やりたくないんだったらやらないっていう選択をしてあげるとかね、そういう感じでこうやっぱりこのパターンからちょっと抜ける時なんじゃないかと思いますね。最近だとさやっぱりこう私にこう何て言うのかな、いろんなものを紹介してほしいとか結構来るんですよ。あの前だったらいいよいいよみたいな感じだったんだけど、最近はやっぱりしっかりと本当に自分と向き合ってちゃんと向き合えてる人のものだったらなんかちょっと考えてもいいなと思うんだけど、だからそのエネルギーがちゃんとそこにこもってるかとかっていうところまでやっぱり見るんですね、私は最近だと。そうだからそこに対してのやっぱりはっきり物事を言うっていうか、いつもだったらこうどうぞどうぞはいどうぞどうぞみたいな感じでこうやってたんだけど、そこに対してその人が真剣に向き合ってるかどうかっていうエネルギーを見て、そこでまた私自身のこの気持ちですね、気持ちがちゃんとあるかっていうところも見てやるっていう感じだから、その自分の気持ちに沿ってあげてるんですよね。ここが本当の私だったんだなっていう感じで気づきが最近だとあったって感じです。垂れ流しだったからはいどうぞどうぞはいどうぞどうぞみたいな感じで、でも違和感がモヤモヤっとした違和感があったらそれに対してやっぱ耳を傾けてあげて、私は本当にどう思ってるのかっていうことを本当コツコツやってんだよね地味なんだけど。あきこさんはそういうの全然ないのかなって言われるし、なんか自分と向き合うっていうことをみんな結構苦しいよ、やっぱり苦しいから大変だと思うし、でも私も日々やってるんですよ。だから数日前とかもやっぱあったよ、なんかすっごいなんかもう涙がすっごい出てきて、嬉しい涙も最近よく出るんだけど、なんかこうなんていうのかな、嫉妬涙みたいな、なんか悔し涙みたいな、こういう感情が出てる自分も嫌だみたいな感じのそういうのが出た時もあったけど、その時にこう自分が自分に寄り添って、じゃあなんでそういう何が嫌だったのみたいな、それでこうじゃあ自分はどうしたかったのって思った時に自分の方を見てほしかったとかさ、そういう感情があったら自分が自分のことを見てあげる感じにするとすごく癒されていくんですよ。
そういう感じでこう自分のこうインナーチャイルドなのか分かんないけど、全然こうかっこ悪いですよ。全然かっこ悪いし、こんな地味なことを日々やって、すっごくこうなんて私はこういうふうに感情を感じたり向き合うっていうことがとっても大事なことだって分かるから、自分でやるんですよ。でそしてその次の自分が見てみたいから、いつもこうやってやっています。そうだからまあ謙虚さとか、自分自身をちょっと後ろにどうぞ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 みたいにやっちゃう人は、やっぱりこうちょっと自分自身をなんていうのかな、本当にそれがやりたいのか、癖になってないか分離してないかっていうところを見るといいと思います。もうこれはやっぱり日本のこの独特のこういうものっていうのは逆走だと思いますね。私は多すぎるこういうのが。だから結構苦しい人も多いと思うから、この観念はもう外して進む時が来たんじゃないかなと思ってこの動画を配信しました。ではまた撮ります。ではでは。